誰か聞いてるか？完結できるものを集めている。もちろん全て DS 以前のものだがサムがいるぞ。おーい、分かったよ。ありがとう。おう、会えてよかった。ヤッホー。誰か聞いてるか？誰か手伝ってくれ。こっちも頼む。誰かいるか？俺がいるぞ。私が昔に聞いた話だ。ある地方の港町に昔から伝わるこんな儀式があったんだ。新しい船が海へと旅立つ前に、町の人たちは紙で小さな船を作る。そしてそこには人型の紙を載せる。一枚の人型に乗員の名前をそれぞれ書いて、その船に乗る全員の分をずらっと用意する。そしてその紙の船を沖に流す。もちろん紙だからすぐにブクブクブクっと沈んでしまう。でもそれでいいんだ。その紙でできた船と人型がみんな身代わりになってこれからの旅の厄払いをしてくれる。そのおかげで本物の船は安全な航海ができるというわけだ。もちろん DHV マゼランも出港する前にこの身代わりの儀式をちゃんと済ませているんだ。だから心配することはない。話を戻そう。その港町からある船が出港することになった時ももちろんこの儀式が行われたんだ。久しぶりに作られた新しい船の出港だった。だから町の人間が集まって紙でできた船と人型がブクブクっと海の底に沈んでいくのを見守っていたんだ。次の朝、船は海に出て行った。それから数日後、港に船が帰ってきた。よく見ると乗員は誰を見てもげっそりとした顔をしていた。おかしいな、怖いな、何があったんだと聞くと、一人の乗員が甲板の上の黒い塊をスーッと指で刺した。それは血にまみれた、しかも両手両足がない船長の遺体だった。船が高波にさらわれてしまった時、その船長が突然サメにバクッと食いちぎられたんだ。乗員はみんなで何とか船長を甲板まで引き上げた。すると船長のジャケットからひらひらっと何かが落ちた。人型だ。だが手足がない。船長を恨んでたやつの仕業だったんだ。ああ、そういえばさっき君の部屋の扉に何かがペタッとついていたな。あれは紙切れだった。そう、確かその紙には書いてあったな。君の名前だ、サム。それはタールマンの息子だ。彼はこんなところに写真をしまっておいたんだな。これは大切なものだろう。彼のところに持っていこう。その小説、そう、白芸はタールマンの愛読書の一つみたいだな。人種も国境も関係なく、ありとあらゆる人たちが集まっていて、
一つの目的へ向かって邁進している。そんなところから私はコジプロを連想したよ。え？まさかとは思うが、君はあのコジプロを知らないのか？サム、本気で言ってるのか？メアリーという名の女性がその時に着想した話がかの有名なフランケンシュタインだったんだ。当時まだ18歳だったメアリーはすでに壮絶な人生を送っていた。そんな彼女の生涯を描いた映画がデス・ストランディング以前に作られていた。タイトルはメアリーのすべて。主演はエル・ファニングが務めている。確かエル・ファニングといえば絵に集中できそうな場所を探していて、気づいたらここにいた。この世界は美しい。私はそう感じるの。インスピレーションもたくさんもらえる。 DS 以前に存在していた文明は壊れてしまった。だけど誰かもこう言っていたわね。今は生まれたてのまっさらな地球みたいだって。私が感じていることをみんなにも感じてもらえたらとても嬉しい。カイラル通信がつながった。これでみんなに僕の音楽を聴いてもらえる。やった。星野源オールナイトニッポン。音の中で君を探してる。どうもこんばんは、星野源です。今回オールナイトニッポン28,962回目の放送ということで、ずっとですね、僕一人で特に誰も聞かない状態でずっとやってたんですけど、この度サムがですね、最大通信をつないでくれて、今世界のみんなにこのラジオを届けることができています。本当に嬉しいです。ありがとうサム、ありがとう。さあそれでは、今日はですね、もうカイラル通信がつながったというスペシャルウィークでございます。今日はゲストが来てくれます。ゲストにゲームクリエイターの小島秀夫さんが来てくれます。ぜひ皆さんカイラル通信を通じてのメッセージ、メールお待ちしております。そしてこれ僕の大事なものなんだけど、ネブリを差し上げます。また来てね、待ってるよ。サム、ちょっと時間あるか？日が暮れる。サム、どうしたんだ？返事をしろ。なんだ。誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。すまん。どうぞ。お待たせしました。ハ
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear someone. Happy birthday to you. 誕生日おめでとう。誰か聞いてるか。ヤッホー。おーい。少し休む。君はよく頑張ったよ。サム、その車両にはロックがかかっているな。私たちもデス・ストランディングという謎の現象に挑戦する現代のプロメテウスなのかもしれない。いや、ほぼそうだ。決して負けるもんか。